お天気に恵まれたこの日は横浜方面に行ってきました。暑い日ではありましたが、久しぶりに中華粥をまずはブランチ代わりに食べに行きました。みなとみらい線の元町中華街を降りて一番出口に出ます。この一番出口は改札口を出てからひたすらまっすぐ歩いていく出口で、出口の階段のある突き当たりが鏡張りになっているので、目の錯覚で永遠に奥まで続いてきそうに見えてしまうところです。外に出たら、そこから目の前にある朝陽門をくぐって中華街の中に入ります。平日ではありましたが、やっぱりたくさん人が来て賑わっていました。そして歩いて数分のところに写天機2号店があります。ここはちょっと突拍子もないように感じるサンタクロースが目印の中華粥といえばここと言われる名店です。この日は時間が少し中途半端だったのが良かったのか、並ばずにそのまま入店できましたが、前回来た時には結構外で並びました。なぜサンタさんなのかというと、楽しい気持ちで食べてほしいことから来ているそうです。サンタクロースの表紙のメニューには様々な中華粥が、もちろん他の料理もたくさん載っていますが、この後の予定もあるので今回はおかゆにします。それも普通サイズは大きなラーメン丼のサイズになってしまうので、この日はハーフサイズにしておきました。お店は決して大きくはないので、円卓に通されると必ず相席になります。店員さんも何人もいて、テキパキと業務的に働いているので、混んでいても注文後は待ち時間はそれほどありません。今回はいろいろお野菜や魚介類が入った五目粥にしました。お粥自体もとても味わい深い美味しさです。なので人気が続くのもわかる気がします。ただこちらはちょうど相席だったご家族の小さなお子さんの人数分まで必ず何か注文しないといけないと店員さんがお客さんに言っていたので、この点はお店ももう少し臨機応変に、されても良いのではないかなと感じました。中華粥を美味しくいただいてから再び中華街のメインストリートに戻りました。中華街には家族連れも若いグループもたくさんいて、通り沿いにはその場で食べられるようなものもたくさん売られているので、かなり通りがにぎわっています。私は個人的にはあまり食べ歩きをすることはないのですが、見ているといろいろなものを食べていてとても楽しそうです。久しぶりに来てみると、今までもよくあった占いのお店の他にマーラータンのお店など新しく入れ替わっているのにも気づきました。その反対に老舗のお店が閉店したりと、この辺りの競争もきっと激しいのでしょうね。この日はゆっくりと歩くのにはちょっとやっぱり暑くて、少し休むのも兼ねてお土産屋さんに入ってみます。こちらのお店には1階にはお土産になりそうなお菓子や保存できるような食品、そしてグッズ類がいろいろと売られています。中国といえばパンダなので、ここにはたくさんパンダのグッズも置いてあります。横浜中華街なので、もちろん横浜の銘菓なんかも置かれていました。そして2階に行くとベビースターランドがあります。これはおやつカンパニーという三重県にある会社で、唯一ここで実際にベビースターを油で揚げて調理する工程をガラス越しに見られます。たまたま私たちが2階に上がった時にちょうどその調理を始めるタイミングだったので、そこに居合わせた数名の方たちと一緒にその工程を眺めました。実際に油で揚げた大きなベビースターの塊はその場で小さくほぐして売られています。この時は別の味のベビースターが気になったので、こちらのキャラメル系の味を買ってこのお店を後にしました。
そこから北方角を少し戻る形で歩いて海側を目指して進んでいきます。青空が広がってとても見た目は気持ちが良いのですが、ずっと歩いているとすでにこの時点でも我慢大会のような暑さでちょっと大変です。それでもなんとか山下公園に到着しました。距離的には徒歩10分ほどなので、もう少し涼しい季節なら全然苦にならない距離感です。この暑い中でも花壇の整備をされているスタッフの方々がいらっしゃいました。実はこの後アフタヌーンティーの予約をしていたので、そのホテルまで少しずつ中継地点で寄り道をして景色をそれぞれ楽しみながら3駅分を徒歩で歩いていこうかなと考えていたのですが、それを早々に断念したくなる暑さで、結局この辺りを歩いている時点でもうそういうふうに考えてしまいました。結局今回は1駅分だけ歩くことになりました。それがちょっと心残りです。でもここで最寄りの日本大通駅にすぐに向かう前に、レンガ造りが美しい横浜市開港記念会館に立ち寄りました。こちらは駅のすぐ近くにある国の重要文化財です。重厚感のある美しい建物の1階には、大正時代の面影をそのまま残す481席のクラシックな雰囲気のホールがあります。ここにはグランドピアノが設置されていて、実際にコンサートや発表会に使用されているそうです。とても暑かったので、その中に入って静かで冷房の効いたこの場所に座ってちょっと一休みしながら涼ませていただきました。こういった歴史のある建物をぜひこれからも維持していってほしいなと座りながら感じました。さて、そこから当初の散策の予定を断念してしまったので、時間の調整が必要になり、みなとみらい線に乗ってすぐのみなとみらい駅に行きました。日本大通駅からは2つ目です。こちらは東京暮らしで慣れた目で見てみると、本当に建物からして作りが大きくてスペースのゆとりがあって、正直なところなぜこんなに大きく作ってるのかなっていうような気持ちにもなるほどです。ここにはさまざまな商業ビルとその中にそれぞれショップが入っていますが、その中もそれぞれ広いスペースがあるように感じます。あまりに広い建物の中をうろうろするのも疲れそうなので、この中で東急スクエア1の3階にある丸善へ行くことにしました。最近は実店舗の本屋さんの数が減っているのを肌で感じるほどですが、やっぱり目的がないままでも本屋さんでゆっくり時間を過ごすのはとても楽しいですよね。たまにはネットに頼らずに実際に書店に行きたいなと改めて感じました。さて、そろそろアフタヌーンティーに合わせてヒルトン横浜に向かう時間になりました。再びみなとみらい線に乗ってすぐ隣の新高島駅へ向かいます。
駅に着いて地上に上がるのですが、この辺りも区画がとても大きな作りの建物ばかりです。ヒルトン横浜へは駅から地上に上がってから徒歩10分ほどです。いわゆるウォーターフロントエリアに位置していて、世界最大級の K アリーナに隣接しています。そしてかわいいアンパンマンミュージアムも近くにある場所です。この日は平日ながらもアンパンマンミュージアムにはお子さんたちを連れた家族連れがたくさんいて、そして隣のアリーナでもアイドルグループのコンサートがあったようで、お揃いの T シャツを着たファンの人たちがかなり駅周辺でも見かけました。ヒルトン横浜に着きました。このような立地条件だからかなと感じるのですが、意外とホテルの入り口は簡素な感じがします。そして敷地もそれほどは大きくない感じです。ホテルの開業が2023年なので、まだ新しいホテルですね。地上から入って3階がフロントになっています。その前にあるソファーが置いてある場所はカーペットが海をイメージしているようで、やはり横浜の感じがします。そして予約時間になったので、同じく3階にあるバー&ラウンジメロディーへ向かいました。こちらのアフタヌーンティーに関しては予約限定で2024年から開始したそうです。店内の雰囲気はアールデコを思わせるようなおしゃれな空間です。そして席に案内していただきます。そして椅子に座ってみると、店内の中央にある天井の高さまで棚に置いてあるお酒の瓶はどうやって取るのかななんて考えてしまいました。今回はピーチアフタヌーンティーというメニューをいただくことにしました。こちらがアフタヌーンティーのメニューです。お菓子類の他にはさまざまなフレーバーティーとコーヒー類、そしてソフトドリンクが載っています。まずピーチのジュレとヨーグルトを混ぜて飲むウェルカムドリンクから始まり、その後はセイボリー4種をいただきます。一番最初のお茶はライチのフレーバーティーにしました。1杯目だけは目の前でこのように入れて用意していただけます。この4種類のセイボリーですが、少量ずつではありますが、とても味わい深くてどれも美味しかったです。特にトウモロコシの冷製スープは少量でも濃厚な味で、この季節に嬉しい味でした。甘いお菓子もマカロンから始まり、さまざまな味と手の込んだ9種類をいただきます。そしてピンキーミルクラテという名前の桃のフレーバーとミルクの爽やかな甘さのラテも飲んでみました。ドリンクの最後はホットコーヒーにして、このアフタヌーンティーの最後の一品はピーチメルバパフェでした。
パフェとは言ってもそこまでアイスクリームが乗っているわけではなく、果物もたくさん添えられていたので、お腹いっぱいと思いながらも全て美味しく食べてしまいました。まだこちらのホテルのアフタヌーンティーは新しいこともあるのかゆとりがあるようなので、ゆっくりとしながら楽しむのにはおすすめかと思います。時間いっぱいまで楽しんでからは再び駅へ向かって歩きます。また次に横浜に来る時にはぜひ今回歩けなかったエリアも散策したいなと思っています。今回も最後までご覧くださりどうもありがとうございました。